going down with the fam and loyalty never change up. It's going down. Yeah, what's up? It's boy AK69。さあ今日は愛車紹介ということで、これから、AK69 の愛車を、企画でねどんどん紹介していこうと思います。まず1台目はこのベントリーコンチネンタル GT、これはですね、2019年に発売された、オールブランニューのフルモデルチェンジされたコンチネンタル GT、いわゆる今のベントレーの世代ですね。俺ね、自分の愛車今現在5台あるんですけど、その中でも一番気に入ってる車ですね。まずポイントを紹介しますと、この外装色、これねソリッドブラックなんですよ。だいたい世の中の黒の車ってだいたいメタリックが入ってるんだけど、これはあえてソリッドの黒ってことはもう漆黒の漆塗りみたいな感じですね。真っ黒で、このフロントからいくとね、まず大幅に変わったのはこの顔面ですね。でしかもこの普通のノーマルというか標準だと、この下のベントレーのこのバンパーの下のところはこのメタルじゃないんですよ。だけど俺はいつも前の世代もその前の世代もそうだったんだけど、グリルをここもメタリックに合わせるっていうをクロームにするっていうのが俺のこだわりポイントですね。スピードモデルとかここ黒なんだけど、俺はスピードモデルだとしてもここをメタルにするのがこだわりですね。だってベントレーじゃんこれがっていうね。でその次いきますとですね、これは22インチ、これはオプションですね。オプションで俺はね基本的には車はいじらない。この JZ も言ってたんだけど、俺はそのまんまで乗るのがニューヨークスタイルなんだっていう、それなんですよね。だから俺はメーカーオプションのオプションでいつも装備していくっていう、それでいうと俺はこの形が一番好きっていうのと、あとここキャリパーもちろんね色変えれるんだけど、赤にするっていう選択肢もあってね迷ったんだけど、今回はねこのソリッドブラックにするっていうことで、ここだけ赤になるとね俺の目指してたラグジュアリーっぽい感じにならないんですよね。やっぱ足元に赤が入ることでスパルタンなイメージになるから、俺はあえて黒のキャリパーにして目立たせないようにしてるっていうね、この統一感。そしてここのバッジ、これがファーストエディションって言って、この2019年にこれが一新されて、このコンチネンタル GT が一新されて一番初めのモデルっていうことで、このファーストエディション、これはメーカーの指定のオプションを850万以上かなだったっけな、650万か忘れたけど、それぐらいメーカーの指定のオプション、こんだけ積んでくださいねっていうのを積んだモデルだけに貼られるバッジです。ファーストエディションね。で外装でいうとそうですね、このねやっぱこのコンチネンタル GT のこの一番美しい、これはずっと初代からねこのラインっていうの、プレスラインっていうのを受け継いでるんだけど、このね高級車っていうのはこういう細かいねプレスライン、こういうもうフロントもそうなんだけど、このフロントのクォーターの中にこの2つのプレスラインが存在する。でこの曲線、これがね簡単そうでめちゃくちゃ難しいんですよ。だから高いっていうね、そういう仕様になっております。この後ろがね今回のこのモデルから、この今まではねベントレーのコンチネンタル GT はこのベントレーのバッジだけだったんだよね。だけど今回からこのベントレーっていうこのロゴを載せるようになったっていう、これがこのモデルからなんだよね。もちろんこれを省くこともできるんだけど、これを積むことができるっていう。であとこのテールランプだよね。これが一新されたテールランプ、この世代からこれで、今のベンテーガとかもね、ベンテーガは正式に言うとあれはフルモデルチェンジじゃないんだけど、ビッグマイナーチェンジしたベンテーガもこのテールになってるっていう、これがねかっこいいんだよな。やっぱね何が美しいってこのクーペのねこのラインだよね。俺もちろん GTC もこのモデルで GTC ってコンバーチブルのモデルもあるんだけど、俺も GTC に乗ってたことあって、もちろんね屋根開いた時のかっこよさっていうのはねピカイチなんだけど、今回あえてこのクーペのこのラインっていうね、黒だからクーペのラインっていう、おっとここちゃんとついてねえじゃん。これ今見つけた俺こういうのねめっちゃ細かいの。バカ野郎ベントレーのサービス。
でここね、これが W12 気筒の12っていう、でここが B になってるっていうね、フライング B のマーク、もちろんこの羽のフライング B のマークも有名なんだけど、ベントレーだとミルザンヌとかああいうののオーナメントになってるのがこの B っていうのに羽が生えてるオーナメントがあるんだけど、それを扮したこの B ね、このねラインも大好きなんですよね。内装の紹介いこうか。もうね、この特筆すべきは内装ですよ。この世代からね、内装のオーダーの幅がだいぶ広がって、この今回の内装のテーマはエルメスみたいな、エルメスが家具を出したらっていう想定で自分で勝手に作ったんだけどね。でまずね、このウッド、俺ね車でねウッドがめちゃくちゃ大事で、このウッドがまずこれ見て、これ2層になってるでしょ。これピアノブラックを選択して、ここタマッシュっていうこの黄色い木を選択してて、俺このタマッシュって黄色い木が大好きで、これってなんかねイギリス車のこれは英国の車なんだけど、このね英国の車のこのタマッシュってめちゃくちゃかっこよくて、で普通このタマッシュっていうのはこういうね明るいクリームに合わせていくのがセオリーなんですよ。だけど俺は前のベントレーからもそうなんだけど、このタマッシュをあえて濃い色で、濃い茶色でこの合わせていくっていう。でこの濃い茶色を合わせた場合でもそれだけだとねちょっとね締まらないんで、こうやって部分でこういう明るい色を入れてこの締めるっていうね、こういう方法を使ってるの。あとステッチね、これも細かいんだけど、ステッチもこの明るいクリームを入れてこのちゃんと調和をとってるっていう。しかもここ2層でタマッシュにすることもできるんだけど、あえてこの2つ選択できるっていう今回からのねチョイスで、この内装の外装のこのソリッドの黒に合わせて、ここもピアノブラックで外装と合わせるっていうね、そういうコーディネートをしてますね。でこの内装入ってみると、ここもねファーストエディションってね、このバッジが入るのもさっき言ったこの限定のオプションを積んだ車に与えられるバッジっていう。で内装のねオプションでいうといろいろあるんですけど、これですよね、このエアコンの吹き出し口のこのダイヤモンドカッティング、ここもそうだし、この辺もそうなんだけど、このダイヤモンドカッティングもオプションですね。この内装をねラグジュアリーに見せるための、俺は大事なポイントかなと思ってて、でこのハンドルもツートンに合わせていくっていう。あとここね、ここのベントレーのここの刺繍って自分のロゴを入れることもできるし、あとこのファーストエディションのロゴにすることもできるんだけど、ここはあえてファーストエディションでもやっぱり俺はこのフライング B、我々フライング B ですからね、だからこのフライング B のロゴは鎮座させるっていうのはマストでやってますね。やっぱねこのベントレーの良さって、この走った時のこのスポーツ具合とこのラグジュアリーっぷりが共存してるっていう、このバランスがねほんと素晴らしいんだよね。でこのスポーツモードに切り替えた時、マフラーほら音上がるでしょ。これがノーマルね。ノーマルの方が軽いよね。スポーツにするとこんな感じかな。これねだいたい3500万ぐらいだったかな。3500万弱ぐらいか。俺がニューヨークから帰ってくる前に初めてベントレーの GTC コンチネンタル GTC を買ったところからベントレーのこのオーナーとしてのあれがスタートしたんだけど、でもやっぱフライング B ってもう自分のね歌にもあるし事務所の名前にもなってるぐらいで、このベントレーって俺にとってすごい特別な思い出があるから、でしかも車で2世代3世代乗り継いだのって初めてだったから、なんて言うんだろうな、すごい愛着があるし、やっぱフライング B の B は B ボーイの B だってね、バッドボーイの B だ B 級の B だって言ってるぐらいだから、そういう語呂も良かったっていうか一番気に入ってる車って、俺車が本当に音楽以外で一番
趣味だから、なんかそこでこんだけ愛した車っていうのもなんかすごいタイミング的にもなんか、フライング B だったのかなっていう。これね本当は大体どの車もあるんだけど、もうこのコンチネンタル GT はマジでね完璧に近いね。本当に嫌なところがなくて、唯一あるとしたらこのリアのカーペット、これフロントカーペットこうついてるでしょ。リアのカーペットがなんかしなきゃないのよ。それつけてっていうファーストエディションはこれどのブランドでもあるあるなんだけど、やっぱファーストエディションもうそのフルモデルチェンジして一発目の生産のモデルってマジ不具合すごくて、でなんか知らんけどこれ、自動で今度開くじゃん。で自動で閉めるとって言ってボーンって跳ね返ったりとかするのが、でそれもなんか不定期でなるのもう今修理したから治ったんだけど、それで一回後ろの窓がボーンって何回も開いてて、である日もう超台風の時でなんか車止めその日もずっと跳ね返ってて、すげえこうやって微調こうやってもう上がる直前にこうやって微調していかないとなんかダメみたいな感じで微調したつもりがまた跳ね返ってて、でそのまま停車して、でこの寝る前にあれと思って台風情報見ててもすげえ近づいてきてて、激しいもう風と雨がブワー吹き始めた時にはっって思って、俺の車もしかして後ろ開いてねえかと思って、もう傘こんなんなって飛ばされながらブワー見に行ったら開いとるやんってなって、うわーってなってバーンドア開けたら、もうこの後ろのこのシートにこの水が普通にもう水たまりになってて、でもその後バスタオルでもう雨風吹かれながら一応吸い出してってやったんだけど、で乾いてね別にそのまま使えたかもしんないんだけど、なんか俺納車されたばっかでさ、なんか水浸しになった顔嫌じゃん。でちょっと乾いてなんかちょっと皮がミュミュミュって波打っとったし、でもう全部この後ろのリアのユニット全部作り直してもらって、で積み替えたんだけど、そしたらあそこちゃんとついとらんかったっていうね。頼むてちゃんとやって。そうでその初期ロットの不良ぐらいだね。ほんと突然このナビの画面がなんか突然全部真っ赤になったりとか、レッドマジックかってなったんだけど真っ赤になったりとか、あとリアとかそのカメラあるじゃん、このバックモニター、これ入れた時にこうなるでしょ。これがこの方向だけ出てカメラ映らねえとか、それ昨日もなってたんだけどとか、そういうねちょいちょいわけのわかんない不具合が起こるんだけど、でもそれって多分初期ロットだけなんだよね。だからそれが改善されればこの車に至って本当にねないね。これダブル12気筒で本当は重たいんだけど、今回のモデルからこの吹き上がり聞いても分かるように本当にね軽くなったんだよね。だからマジで足回りも最高だし、吹き上がりも最高だし、ブレーキの感じも言うことないね本当。Everything around me don't chase money ついてくるこの結果に吹きす山だけらしげのこのトゥインタボ Fly me は飛び続けて High level 三つ星フレンチと Deal on the table 喧嘩は買うけどこれは乗り心地も相当いいね。このスポーツ的な足回りとこのエンジンの吹き上がりもこのフェラーリとかと違ってもうダブル12気筒だからもうトルクがすごいあるこのエンジンっていうのもベントレーの乗り味なんだけど、そのねダブル12気筒の重さを感じさせないね吹き上がりが今回のこのコンチネンタル GT のすごいこの革新的なこの変化というかね、この感じはね一瞬踏んでみようかっていうすいません出ちゃいました本当足が速いっていう。それでいてこのブレーキの止まる具合も最高なんだよね。であとねこのスポーツモードに入った時に特に高速で走る時のカーブに入った時のこの G の分散のされ方っていうのもね素晴らしいんだよね。カーブで本当ストレスをあんまり感じないっていう
この足回りの制御の精度の高さっていうのもこのベントレーのね特筆すべき部分かなと思うんだけどね。これねこの車のエピソードはねそうだな、納車された日がなんか学園祭かなんかだったよね。でそのまま終わって帰る時東京に向かう時にまあエンジンの鳴らしも込みで、まあ今は別に鳴らし運転とかそんなんねえんだけど、でも一応まあちょっと遠出するかってことで東京にねそのまま乗ってったんだけど、その時にこの助手席乗ってた人の服がこの色が出る服で黒だったかな、で黒で、そこの色がもうサービスエリアで見たら色がなんか黄色っぽくこのクリーム色だからさ、そこが染まっててゲーってなったっていう。まあ昔だったらね俺すげえ車汚されるのとかめっちゃ嫌ですげえ怒ってたんだけど、本当だったらね怒れるぐらいのことなんだけど、その時はね、まあ、車って別にね、汚れるもんなんだよね。でしかもまあ別に俺シートもコーティングしてるからまあ綺麗になるだろうなと思って、まあそこはねしょうがねえなと思ったんだけど、心の中ではあちゃーと思ったっていうさすがに納車の日はね1日ぐらいは綺麗に保ちたかったなっていう。そう俺ね内装のこのチョイスのセンスが良すぎて、前のコンチネンタル GT スピードの時もそうだったんだけど、もうぜひデモカーの参考にさせてくださいってね言われたぐらい。この前も言ったけどこのタモアッシュとこの濃い革の組み合わせ、もう前の GT スピードは特にこれよりも濃い茶色を選んでたから、その組み合わせってやっぱディーラーの概念にはなくて、だからすごい参考になりましたっていうのはね、まあ青山のディーラーでも名古屋のディーラーでも言われたね。でこのあえてスモークを貼らないのが俺のこだわりなのよ。だってさこんだけ内装こだわって、しかもこのボンネットがダッシュボードとリアの革がこの色ある革を選べるこの数少ない車種なわけですよ。外から見た時にこのソリッドの黒とこの茶色のこのキャメルのコントラスト、これをスモークで消しちゃったらもったいないんだよね。これあえて見せたいっていうね。俺はスモークは貼らない派なんだよね。あとねこれ今この昼間だから分かりづらいけど、今回のこのベントレーから内装のね LED のこのライトの線を全部色選択できるようになってて、足元とまたこれセパレートで色が選べて、クリスマスだったら緑と赤にしたりとかね、俺は普段青と赤にしてるんだけど、ちょうどライトも今綺麗に光ってますね。そうだね、これ今青で下赤になってるんだけど、これを例えば上を赤にすることもできるし、オレンジとかこういう中間色だったりとか黄色、緑、紫とかね、下もねこれを紫にしたり、赤にしたり、青になったり緑になったりとか、下はね赤が一番俺は好きかな。ちょっとエッチですね。エッチでしょエッチなんですよ。これは前のベントレーではこの内装の LED はなかったね。これもすごい気に入ってるポイントかな。